紙や書類って大事そう。念のため、そう思うほどどんどん溜まっていきますよね。でも大事な紙は残しているはずなのに、いざ必要な時、なぜかすぐ見つからない。実は紙をうまく減らせる人は、重要な書類から手をつけるのではなく、役目を終えた紙から見分ける、ある順番を知っているだけなんです。紙の整理は何でも捨てることではなく、必要な一枚をすぐ見つけられるようにすること。今日は紙が多い家でも迷わず始められる見直しの順番をお話しします。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。家の中には保険会社から届いた封筒、保証書や取扱説明書、病院でもらった書類、年金のお知らせや役所から届く手続きの書類、捨てていいのかわからない紙が意外と多いものです。一枚一枚は薄いのに、残すかどうか迷っているうちに、思った以上に気力を使ってなかなか手が進まないものですよね。後で必要になったら困る、そう思うほどとりあえず残しておきたくなるものです。今日は普段の暮らしはそれなりに整っているのに、紙類だけはつい後回しにしてきた鈴木恵子さんを通して、書類を無理なく見直す6つの順番をお話しします。最後まで見ていただければ、なぜ今まで手が止まっていたのか、そしてどんな順番なら迷わず進められるのか、その答えがすっと見えてくると思います。紙や書類を安心して減らしたい。大事な紙だけはすぐ見つけられるようにしたい。そんなあなたのお役に立てれば嬉しいです。紙が多い家の迷わない片付け。まず最初に守ってほしいのは、手をつけやすいところから始めることです。書類整理はたくさん広げるほど進むとは限りません。むしろ広げるほどに、あれもこれもと情報が目に入って、何から見ればいいのかわからなくなってしまうからです。あなたも紙を広げた途端に、もう面倒と手が止まったことはありませんか？紙の整理は1枚ずつ中身を読んで、これはこれからも必要かしら、残しておく理由はと、その度に判断が必要です。服なら今も着ているか、食器なら普段使っているか、暮らしの中で出番が見えやすいものです。でも紙は1枚ずつ中身を見ないと決められないものも多いんです。だから部屋は片付けられるのに、書類だけはなかなか進まない、そんな方が多いのも不思議ではないんです。恵子さんも以前テーブルに紙を広げて、今日こそ整理しようと始めたことがありました。保険のお知らせや病院でもらった説明書、1枚めくるたびに、これはまだ取っておくべきかしらと手が止まります。そして結局紙を揃えてまた元の場所へ戻していました。そこで恵子さんは全部の紙を広げるのをやめ、まずは10枚だけ見ることにしました。日付を見ればわかる紙から先に分けていきます。古い地域のお知らせを見ると、催しは3ヶ月前に終わっていました。これはもう役目を終えた紙だわと処分する側へ置きました。1枚また1枚と迷わず判断できる紙が見つかるうちに、答えが出る紙から見ればいいんだと気づきました。最初は1箇所だけ、5分だけ、細かく分類する必要はありません。最初に減らすのは迷う紙ではなく、迷わない紙、日付を見ればわかる古いお知らせなど、役目を終えた紙から始めます。うちは紙が多いから5分くらいでは何も変わらない、そう思う方もいるかもしれません。でも最初の目的は紙の山を一気になくすことではありません。これは残さなくていいと納得できる1枚を見つけた、それだけでも書類整理はちゃんと前に進んでいるんです。こうして判断しやすい紙を少し減らしていくと、
次に目に入るのは、捨ててはいけない気がすると長く残してきた紙です。2つ目は、大事そうに見える封筒ほど中身を分けてみることです。銀行や保険会社、役所などから届いた少し厚めの封筒。表に重要、進展と目立つ文字があると、中身をよく確かめないまま全部残しておいた方が安心と、封筒ごとファイルに挟んでとりあえず棚の奥へしまったり、そんなことはありませんか？でもここで一度考えたいのは、大事そうと本当に大事は同じではないということです。封筒ごと残すのは、買い物袋の中身を確かめず袋ごと棚にしまうようなものです。見るのは封筒の見た目ではなく、その紙が持つ役割です。そう思えると、後で見ようと残していた封筒も開いてみようかなと少し気持ちが軽くなりませんか？恵子さんの家にも生命保険会社から届いた封筒が何通も未開封のまま透明ファイルに差し込まれていました。とりあえず保険関係でまとめてあるからと、それだけで安心していたんです。でも1年分の封筒が重なるうちに、ファイルはだんだん膨らんでいました。ふと、本当に必要な紙だけ入っているのかしらと思い、1通を開いてみました。中の紙を1枚ずつ広げると、大切な契約書類の他にもう必要のないお知らせや説明書など、いろいろな紙が混ざっていました。1枚ずつ分けて今も必要な紙だけを戻してみると、あれほどパンパンだった透明ファイルも厚みがぐっと減りました。大事だったのは封筒ごと残すことじゃなかった。薄くなったファイルを閉じながら、恵子さんは少しほっとしました。書類整理で大切なのは、封筒を残して安心することではなく、中の紙が今も必要かどうかを確かめることなんですね。中身を見てもどれを残せばいいかわからない。不安だからとりあえず取っておきたい。そんな紙まで無理に処分する必要はありません。まずは残しておく大事な紙、読むだけのお知らせ、これから手続きする紙、机の上で大きく3つに分けるだけでも十分です。たくさん捨てることが目的ではありません。必要な紙が分かり、迷わず手に取れる。それが紙を整理した先の安心なんです。1つ目で役目を終えた紙を手放し、2つ目で中身を見るようになると、残す紙の基準が少しずつ見えてきます。今度はこの紙まで残しておく必要があるのかという見方ができるようになってきます。3つ目は、その紙自体が本当に必要なのかを考えることです。例えば、家電の取扱説明書やカードの利用明細、光熱費のお知らせ。残しておきたいのは本当にこの紙でしょうか、それともそこに書かれた情報でしょうか。また見返すかもと残したものの、いざ必要になった時には紙を探すより先にネットで調べたり家族に聞いたりして済ませていた。そんなことはありませんか？必要な時に困らないようにときちんと取っておく方ほど紙は増えやすいものです。恵子さんも何年もそのままだった取説書のファイル一式を久しぶりに開いてみました。炊飯器、掃除機、電気ポット、一冊ずつめくっていると古いホットプレートの取扱説明書が出てきました。そのホットプレートはもう何年も前に買い替えて今は家にありません。本体はもうないのに説明書だけがずっと残っていたんです。それに保温機能の使い方がわからなかった時も説明書を探すより結局娘に電話をして解決していたことを思い出しました。必要だったのは冊子そのものじゃなく困った時に確かめられることだったのね。紙は情報を確かめるための控えのようなものです。別の方法で
同じ内容を確認できるなら紙まで残さなくてもいいんです。明細や説明書もデジタルで保存できたり、ネットで確認できるものが増えていますよね。もちろん紙の方が探しやすくて安心と感じる方もいます。だから無理に変える必要はありません。1枚手に取るたびに必要なのは紙かそれとも情報かと考えてみます。例えば取扱説明書の型番をスマホで検索してみる。明細書ならネットで確認できるサービスがないか見てみる。紙じゃなくても情報を確かめられるならその紙は手放せるかもしれません。そして次に迷いやすいのが、紙そのものは残しておきたいけれどいつまで取っておけばいいのかわからない、そんな念のための紙です。紙を減らす手順4つ目はいつまで残すかを決めることです。保証書や医療関係の明細、年金のお知らせ、確定申告の書類、昔の給与明細、後で困らないようにと残していた何年も前の明細が出てきた。そんなことはありませんか？つい今は決めなくてもいいかとファイルに戻してしまいますよね。でも紙をすぐに減らせなくても無理に答えを出す必要はありません。そんな時はこれはいつまで必要かと問いを変えてみる。捨てる決断ができなくても今は残しておいて大丈夫と思えるだけで紙に向き合う気持ちはぐっと軽くなるんです。恵子さんのファイルにも病院の明細や領収書が3年分以上残っていました。念のためと思っているうちに去年の分、その前の年の分と少しずつ増えていたんです。ファイルの中から封筒を一つ取り出し日付を見てみました。医療費の領収書は申告で使うのか保険の手続きで必要なのかによって残しておく期間も変わります。だから今すぐ捨てる必要はありません。その代わりいつ見直すかを決めておきます。恵子さんも病院の領収書8月分12月に見直すと封筒の表に書き込みました。そしてそのままファイルへ戻します。今度はなんとなく残した紙ではなく見直す日が決まった紙になりました。紙自体は減らせなくても書類整理はちゃんと前に進んでいけます。次に見る日を決めておけばいい、そう思うと恵子さんは焦らず向き合える気がしました。医療や年金、税金や契約に関わる紙など何年残せばいいのと迷うものは発行元や公的な案内を確認すると残しておく期間の目安がわかります。封筒の端に内容や日付、見直す時期を書いておくだけでも十分です。そうすれば次に手に取った時もまた最初から読み直したり考え直したりせずに済みます。念のためで抱えていた紙が理由があって残している紙に変わるとファイルを閉じた後も前ほどモヤモヤが残りません。また確認しなくてはという宿題も一つ減っていくんです。そして最後に手元に残るのは本当に大切でこれからも長く残しておきたい書類です。大事な紙を守る書類整理。5つ目は必要な時に取り出せる場所を決めることです。保険の証書や住宅の契約書類などこうした大事な紙はいざという時に自分も家族もすぐ見つけられる場所にしておく。それが一番の安心ですよね。例えば急な入院や手続きで家族から保険の書類どこにあると聞かれた時すぐに答えられるでしょうか。確かあの棚のどこかにとファイルを探しても見つからない。大切にしまっていたはずなのに必要な時に取り出せない。そんな経験はありませんか？書類は細かく分けすぎたり自分にしかわからない場所へしまい込むよりここを見ればあるとすぐわかる場所を一つ決めておきます。
大事な紙にも家の中の住所を決めておくんです。例えば保険の証書や住宅の契約書類を一つのファイルボックスにまとめて戻す場所を決めておきます。ファイルには保険、住宅、年金など中身がわかるラベルをつけておくと探す時の迷いも減ります。一度決めた場所は変えず、見終わった書類も同じ場所へ戻しておく。それだけでもどこだったかしらと家中を探す時間はぐっと減っていくんです。そして置き場所を決めたら自分だけがわかる状態にしないことも大切です。家族にも大事な書類がどこにあるか伝えておきます。証書や権利関係など個人情報が含まれるものは扱い方にも気を配りたいものです。金庫や鍵のかかる場所などで保管しておきます。書類の中身まで細かく共有する必要はありません。いざという時にも迷わないように、大事な紙はここにあると家族にも伝えておくんです。大切な紙をきちんと守りながら必要な時に取り出せるようにする。どこかにあるはずからここを見ればあるへ。紙を整理した先に得られるのは迷わない暮らしの安心なんです。ここまで役目を終えた紙を手放し、中身を見極め、期限や置き場所を整えてきました。でもどれほど片付けを進めてもどうしても手が止まってしまう紙があります。最後にお伝えしたいことは、思い出の紙は無理に手放さなくてもいいということです。例えば子供が描いてくれた似顔絵、初めて100点を取ったテスト、家族の成長を感じる記録、そして大切な人を支えていた頃の書類。あなたにももう必要ないと分かっているのに、なぜか手放せない紙はありませんか？そうした思い出の紙は他の書類と同じ基準では簡単には決められないものですよね。一枚の古い紙が忘れていた景色や声を蘇らせることがあります。その紙に残っているのは過去の記録だけではありません。一緒に笑った時間、頑張っていた自分の姿まで重なっているんです。もう戻れない時間だからこそ胸がいっぱいになることがあります。恵子さんにも長い間手放せなかった書類がありました。それは6年間親の在宅介護をしていた頃の書類です。母の病院でもらった説明書、ケアマネージャーとの予定表、介護サービスの連絡書類。もう今の暮らしで使うことはありません。でも久しぶりにファイルを開くと、病院へ付き添った日や慣れない手続きに迷ったこと、兄弟とやり取りした日々が次々によみがえってきました。恵子さんが手放せなかったのは紙そのものではありませんでした。そこに残っていたのは家族のために必死に頑張っていたあの頃の自分の記憶だったんです。思い出の紙だけはもう使わないからと簡単には手放せないものがあります。そこには昔の自分につながる記憶が残っているからです。だからこそ先にできる整理から始めて、気持ちが追いついてから最後に向き合えばいいんです。恵子さんもこれまで見てきた順番に沿って使い終わった書類を見直しました。そして最後に介護の書類と向き合い、これは残したい、そう思うものだけを選んでいきました。紙を減らすことは大切だった時間を手放すことではありません。思い出は心に残しながら今の自分に必要なものを選び直していくことなんです。今日は紙を減らす順番から思い出の紙との向き合い方まで無理なく進める方法を見てきました。一枚一枚は小さな存在でもいつの間にか増え、片付けの中でも迷いやすいものです。紙との向き合い方を変えることで暮らしにも気持ちにも少しずつ余裕が生まれていきます。皆さんの家にもなかなか手放せない紙はありますか？よかったらコメントで聞かせてくださいね。あなたの暮らしが穏やかでありますように。
最後までご覧いただきありがとうございました。